だいぶイント。はい、こんにちは、アイブです。ということで、8月25日、アイブが XOXG でカムバックしました。ちなみにこの動画の収録日、9月1日は、フルネームで呼ばれるのが嫌いなリーダー、アンユージン22歳、ハッピーアンユージンです。さっきこの収録前配信してた配信を見ながら台本書いてました。で、今回のカムバ曲 XOXG は The Fourth EP I've Secret のタイトル曲で、前作 The Third EP I've Empathy 以来約7ヶ月ぶりのカムバックとなります。ちなみに日本向けには Japan Third EP として Be Alright を4月30日にリリースしてます。はい。Dear Me っていう先行公開曲もありつつっていう感じなんですけど、で、そのアルバム、I've Secret は、フォース EP なんですけど、アルバムとしては5作目で、だから I've シリーズの5作目っていう感じですね。間もなくデビュー4周年を迎える I've なんですが、だからそれぐらい長い歴史がある I've なんですけど、今回のアルバム、なんと、ライアン・ジョンが参加していません。はい俺たちのがちなみにこちらはセカンドシングル、ラブダイブ以来の不参加ということで、初めてではなかったんかっていう感じもあるんですけど、だから2作目ってことですね。本国看板に限定すれば、タイトル曲でもラブダイブ以来の不参加ということになります。だから日本のアルバムとかでもアルバムには結構参加してたりするので、タイトル曲に必ず参加してるわけじゃないんですけど、本国看板に関してはタイトル曲のほぼ全てに参加してて、それが外れたのが2回目っていうことですね。なんでだろう。俺はそのタイトル曲の XOXG を聞いた瞬間というか MV を見た時に、今までにない感じで来たなと思ってたんですけど、それが納得できる理由だったかなっていうのは、曲の違いがもう明らかに出てるなって感じはあるんですけど、だから妹グループのキキの初カンバーでも外れて、スタシのライアンチョン離れが徐々に進んでるなっていう感じもちょっと受けますね。もう多忙すぎて休みたいんじゃなくて。それもあるかもしんないし、もちごりの TWICE とかもそうだし、その初期から支えられたプロデューサー、メインプロデューサーの功罪ってやっぱりあるじゃん。売れ線にセルアウトするというか、そこで同時に買ってしまうアンチというか、とかも含めて、第2期というか変革期に差し掛かってるグループはこういう手こ入れがあるのかなっていう印象はあるんですけど、グループが新しいカラーになろうとするときには、そういうところから変えていくっていうのが、采配としてあるのかなっていう印象はあるかな。それはね、どの業界でもあることじゃないですか。で、その、功罪者、ライアン・チョンが携わってないタイトル曲の XOXG には作詞家としてもじわじわと活躍を見せて、全タイトル曲のアティテュードではついにタイトル曲デビューも果たした、ニョンちゃんこと、ちゃんちゃんおにょんちゃんが2作連続で参加しています。はい、素晴らしいですね。タイトル曲2作連続はもう作家じゃんみたいな感じするけど。前回はオニョン的思考をかなり大胆に盛り込んだっていう感じなんだけど、今回はそういう直接的な感じのニュアンスは結構ないかなっていう感じもするんですけど、そのタイトルの XOXG は XOXO、ネットスラングのキスハグから来ていて、その後半の XO を XZ にすることで、ZZZ、おやすみ愛してるっていう、おやすみのそういうメッセージというか、セリフまでの意味を含めた造語を作ったと、そのちゃんちゃんが軍服で説明してました。カイ君と同伴入隊したやつね。そう。今話題の動画で説明してました。ただこれだけだとちょっと意味がよくわかんないっていうか、感じなんだけど。俺だって XOXO も知らなかったよ。それはおじさんすぎない？みんな知ってんの？いや、キスハグって、だって K-POP でもタイトルにもよくなってるし。いや、だから、見たことあったけど、別になんだろうとか考えもしなかった。そうっすか。多分ね、忘れてるだけだと思う。そうなのかな？だからこの XZ のところは夢っていうことも意味してまして、その寝るまでのタイミングっていうことなので、MV でレイちゃんがベッドに寝てるところから始まって、それで終わるのも、それが理由ですね。このニョンちゃんの説明だけだとよくわからないですけど、意味としては、愛してる、おやすみ、そして夢の中で会おうっていうことが、この XOXZ の中に含まれてるらしくて、表裏、表裏とか、善と悪、善悪、高慢さといたずらっぽさ、など対立する感情を言わなくても伝わるアイブなりのアイデンティティで表現したという。わかるようでわからない歌詞の説明となって。わかったような気がする。歌詞はそういう感じなんですけど、サウンドは重厚なベースとハードなドラムビートが曲全体の緊張感を漂わせ、低音のラップとボーカルが感情の高低差を表現した独特の印象を残す曲と説明されています。で、またこの曲、アイブ史上初めてっぽいんですけど、アウトロがありまして、音楽番組ではなぜかカットされてますけど、結構俺この曲のすごい重要なポイントっていうか、アイブ詞としても重要だと思うんだけど、これの部分も既存のアイブの曲とはかなり違う印象を与える部分かなと思います。
今回は IVE のアルバムとしては初めてシングルタイトル曲なんですよね。今までシングル曲はたくさんあって、まあだから EP とフルアルバムでは必ずダブルタイトル曲なんです。まあ後続曲含めたトリプルタイトル曲もあるかな。先行公開曲とみたいなね。今回はだから一つだけという。で、アルバムのプレスリリースには自分たちのイメージを再設計するという一文がありまして、まあ、既存の IVE のイメージを再構築するアルバム、カムバということで、まあ、ライアン・チョウを外した意向とか、そういう影響が、こう、端々に出ているかなという印象もあります。で、そのアルバムには、まあ、ちなみになんですけど、ミッドナイト・キスっていう収録曲がありまして、そちらには、リズが、IVEエンパシーの収録曲、サンキュー以来2度目の作詞に参加しています。じわ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 。いずれリズもなんかそういうタイトル曲とかの制作に参加することもあるかもしれないなっていう、そういう予兆を感じさせる収録曲も入っています。という感じなんですけど、まあ看板前のトレーラー、シークレットキューピッドでは、まあ折り鶴燃やしたり、レイちゃんに I'm sorry という服を着せたりという、まあこじつけ気味の現状もありましたね。これだから逆で起きたら逆にこじつけてきそうっていう感じもするところはあるんですけど、日本でそういうことその韓国人がいるグループで似たようなことをやってたら、韓国人のネチズンが同じような切り方してきた。あり得る。まあ両方こじつけ感はあるんですけど、まあ、そこの悪い部分をフォーカスして炎上していくっていうことではあるんだけど、じゃあそれをなんか看板のパワーで吹き飛ばしてるなっていう感じもあるんですけど、IVEの新曲 XOXD はいかがでしたか？いや、もうバカみたいな言い方だけど、なんか改めて、IVEすごいなってすっごい思っちゃって。バカみたいな。でしょ？いや、っていうのも、それこそ間もなく4周年じゃないですか。ここまで来ると、やっぱりそれぞれのいろいろなグループのキャリアの重ね方っていうのがあるというかさ、見せ方っていうのは当然変わってくるわけじゃん。IVEの場合は、今回これを見たときに、突然これとかじゃなくて、やっぱり前段があるから、これをやってきたからこれをやってきたからこれっていう、なんか積み重ねがすごいちゃんと見えるっていうか、だから過去があるからこそ、今このコンセプトなんだなっていうのが分かったからっていうかなんか、そういうふうに思って、さっきそれこそラブダイブの名前出たけど、なんか近しいところで言うとラブダイブかなって思ったんだけどさ。で、それプラス、だからそのダークファンタジー的なさ。俺も思ったよ。曲の全体の印象は、ラブダイブのダーク版で、冒頭の音の入り方とか、ポイントに入る音が、キッシュっぽいなと思ったんだよ。俺も今言おうと思った。言わねえかと思って俺も言っちゃったんだけど。いや、そう、だから。それのミックスの今のIVE版だっていう。そう。まさしくそう。全く本当に一緒。これ示し合わせてないんですよ。言わなくていい。でもね、本当にそう思って、だからそれっていうのはさ、ラブダイブがあって、キッシュがあったからこそ、今これになったっていう感じなわけじゃん。だから、その成長具合というか、今のIVEを見せるには、その過去も踏まえてこれっていう見せ方をしてるなって思ったから、で、しかもさ、うわっと思ったのが、なんか曲の構成ってこんな感じだったよなと思って、久しぶりにだからラブダイブの MV を見返したわけ。もうさ、顔つきが全然違うっていうかさ。曲の構成じゃないの？いや、曲の構成よりも、やっぱりその顔の、俺今回の MV で、うわっと思ったのが、やっぱり黒IVEいるじゃん。夢の中に出てくる。現実のレイちゃんじゃなくてね。あれの時にさ、すっごいみんながさ、キリッとした顔するじゃん。で、あれがすごいかっこいいな、様になってるなって思ってたんだけど、やっぱりラブダイブの時ってすっげえ幼いのよ。まあ特に磯丸とかはね、全然違うよね。そう。今回も挑発的なシーンが一番多いのは、磯丸とレイちゃんじゃないかなっていう気はするし。そう。だから、こう決める顔とかっていうのはもちろん過去にもあったんだけど、やっぱりそれがなんかもうしっかりそのキャリアと、やっぱり築き上げてきたもの。っていうところの自信じゃないかなと思って。曲の構成を確認しようと思って見に行ったら、そのビジュアルの変化に驚いちゃったっていう話。そうなのよ。一応だから曲をざっと聞いたところでは、なんか構成的にはまあ似てるなっていうのは、やっぱり、納得っていう感じだったんだけど、そのビジュアルの変化。だからそういう部分で、キャリアの積み重ね方、成長の具合、自信とかっていうものが、やっぱりすごい現れてるなって思ったから、だからそれで冒頭のIVEってすごいなっていうさ、結構さ、そんなこう明確に、これがあったからこれっていう風に感じられる成長の仕方、キャリアの重ね方ってなんか俺あんまりないというか、別にそれがいい悪いの話じゃなくて、IVEっていうのがそれがなんかすごくこう目に見えて、こういう段階を踏んでますよっていうのがわかるから、なんかすごいなっていう風に思ったっていうか、それをちゃんとこう体現できるし、MV 見返してて思ったのが、MV ってまあ当然さ、この画面の中に収めるじゃん。まあもちろん引きで撮ればもっとこう広い絵とかも撮れるんだけど、なんかこの曲を聴いた時に、でっかいステージでめちゃめちゃ映えそうだなと思って。なんかそれぐらい、もう彼女たちのこのオーラっていうか、やっぱりデビューからすごかったけど、それがやっぱりこう発露してるというか、それをすごい感じたっていうのもあるし、まああと MV で言ったらまあもう見せ場はたくさんあったっていうかもう見せ場だらけだったと思うけど、冒頭のさ、トラックで突っ込んでくるところ。トラックでいいんですか？トレーラーですね。トランスフォーマー丸出しみたいな。そう。あれで突っ込んでくる冒頭からもびっくりしたけど、結構さ、
なんていうかな、情報量が結構多かったりとかして、まあ、ダークファンタジーっぽいんだけど、それこそボーリングのシーンになるとさ、サブリミナル効果っぽくさっていうか、サブリミナルでさ、レイちゃんが何回も出てきた。寝巻きのレイちゃんがね。そうそうそう、ベッドに乗ったレイちゃんとかさ、一瞬パッて出てくるとかさ、だからあの時にさ、ピョンみたいな変な音出てたりとかするじゃん。だから、ちょっと、ダークファンタジーにこう振り切ってないというか、そのポイントとしてちょっと、なんていうかな、ポップさというかさ、可愛さというか、そういうところもあるから、なんかそういう部分も過去とは違う。だからラブダイブみたいな感じのことをやっても、今のアイブが見せれるかっこよさと可愛さとポップさみたいなのが詰まってるし、まあビジュアルもさっきさ言ったように、まあイーソマル、レイちゃんとか、もうビジュアルもすごかったけど、ガウルパイセンの金髪も良かったですね。あれ久々みたいですね。アフターライク以来の金髪らしいです。はいはいはい。でもアフターライクの時は短かったね。そう。で、前回から全員長髪になって、そのまんまちょっと髪色だけチェンジしたみたいなのが今回の形かな。あとさ、レイちゃんがさ、トレーラーのシーンではさ、なんか耳のついた帽子みたいな、帽子っていうかなんか、上で踊るとき。そう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 。とか、あと、それこそトレーラーの方だったっけな、白いなんかさ、ふわふわのさ、帽子、コンセプトフォトでもあったけど、なんか、被り物担当だなと思って。ちょいちょいなんか、そういうビジュアルを前にもあった気がするから。被り物担当なのかわかんない。なんか相変わらずなんか被らせられてんな、みたいな。今回髪型も毎回違う。3種類ぐらいあって全部違うし。黒いボブみたいなのもあるし、みたいな。そうそうそう。で、パッツンもあるし、みたいな。だからそこら辺のさ、なんかこう、見る楽しさっていうところもあるし。だからアイブね、今センター論争が再熱してるらしいですよ。あれは本当にでもさ、まあよくさ、全員センター級とかさ、言うけどさ、これマジでさ、アイブその通りというかさ。まあでも3人でやってんじゃない基本的に。アンニョンズとレイちゃんで誰がセンターかっていう話なんじゃないまあね。で、あと、そう、はっとしたんだけどさ、ユージン誕生日じゃん ?22 歳でしょで、まあ一応最年長だね。まだ22歳なんだと思って。磯丸まだ18歳だ。そこら辺の年齢を踏まえると、だからもうそれこそもう策を追うごとに成長してるっていうのはもう目に見えてわかるんだけど、やっぱり貫禄と凄みみたいなやつも、この曲だからこそ余計に感じられたし、だからそういう部分での全体的な見せ方。いや、だからもうトータルとして、MV としてもすごい面白かったし、ビジュアルもそうだし、やっぱり今の立ち位置っていうところを見せてくれたカムバッタだったなと思ったから、だからもう本当にアイブすげえっていうところに帰着します。まあだからそのアイブのだから4年弱っていう歴史を長いと捉えるか短いと捉えるか人それぞれだと思うけど、そのアイズワンからの歴史も踏まえて、結局歴史がすごい濃厚だっていうことだと、すごく豪華で、もう密度がすごくて、もっとそれ以上のキャリアがあるように感じられるっていうところで、集大成的なものをここでバンと出してきてるのがまだ7年契約だとしてもまだ半分の段階。普通のグループの半分の時間でこの濃さを見せれるっていうところがまあアイブが単純にすごいっていうことだし、それに盛りすぎだろうっていう感じが一切ないっていうか、そこがまあアイブその等身大としての凄さっていうところがあるかなっていうところが、まあその感想の話かなっていう気もするんだけど、俺は逆説的にそれを意味してるので言うと、今回 MV が2分37秒ですごい短くて、曲のランニングタイムも2分34秒、3秒ぐらいしか変わんないんだけど、で、俺は短さを感じなかったんだよね。普通それだけ曲が短いと物足りなさというか、曲としての単体の短さみたいなのは、やっぱりどうしても感じちゃうことが多いんだけど、俺はこの曲に関しては全然短さを感じなくて、そんな短いランニングタイムだったんだっていう、だからそれぐらい情報量が多かったというか。聞き応えというかね。で、プラスだからそれで何度も聴きたくなるっていう魅力があるし、だからアウトロっていう、その曲としては余白の部分だから、それを付け加えてそう感じさせるっていうのは、そのアイブの歴史がなせることもそうだし、この曲そのものの良さっていうことを表してるのかなと思うし、これはライアン君にはちょっと出せない系統というか、ちょっとなんかこう、センスのいいアプローチだなっていうところもあるから。まあ、アイブは結構、テーマは一貫してるけど、曲自体はいつもチャレンジするというか、その、先行公開曲でこういう曲を出してっていう、その振り幅で見せるみたいなところも、似たような曲が多かったらさ、曲をたくさん出してても、やっぱり分厚さとかさ、厚みみたいなのを感じさせられない部分もあるけど、アイブはやっぱりこの振り幅があるから、一回の看板ですごい大きい振り幅を見せるところが、やっぱりこう、濃厚さみたいなに余計出てるのかなっていう気もするし、まあ俺もアウトロを確認するためにその過去曲を多少軽く見直したんだけど、やっぱり今回はそのビジュアル的にダークな部分が出てるっていうのもあるし、大人な魅力みたいなところが発揮されてて、MV だとその磯丸のワッチアウト、なんだっけ、なんたらかんたらみたいな。あそこでのなんかこう、腰を軽く振るみたいな。ダンスがあるから、あの辺とかも、音楽番組とかだとレイちゃんがこう手を叩いたりとか、見せ場が変わるところがあって、
結構要所要所そういう大人な魅力のというか、セクシーな感じの見せ方みたいな。レイちゃんで言うと、ウォッチアウト、その拍手をするときにこう、しかめっ面をするんだよね。だからそのしかめっ面して眉間にしわ寄ってるレイちゃんがめちゃめちゃ大優勝。今回 MV で、だから最初から寝てて、で、まあ最後、その現実に戻るみたいな、主人公がレイちゃんとして描かれてる。だからアイブでその主人公が誰か描かれてるっていうことも、まあ珍しいやり方かなっていうところもあるんだけど、出方と曲の構成、MV の映像の作り方も含めて、まあ、レイちゃん大優勝を意図的に作ってるのかなっていう感じもするし、まあ、ここでセンター論争を巻き起こったのも、まあ、そのスタシの策略のうちかなっていう感じもするし、ただだから、ここに来て思ったのは、なんかアイブってなんか他のグループと何が違うのかなって、その歴史とかメンバーのビジュアルとか曲とかね、そういう諸々は全部あるんだけど、MV とか音楽番組とか全部見てて思うのは、やっぱりなんかレイちゃんを代表されるように、こうみんなが優雅なのがいいな。で逆に力強さとか素早さみたいなのは、多分ガウルとかは出せるんだけど、グループのイメージとしてはみんな全体的に優雅っていうか、まあリズとかもそうだけど、まあみんなが背が大きいから、ゆっくり動いて大きく見えるみたいなところが、まあ、グループとしてのキャラクターだし、どんな曲をやってもアイブらしくなるのは、その優雅さを含んでるからっていう。それこそ1年目、2年目のグループには出せないし、まあ4年目近いグループでもあれを出すのは難しい。まるでベテランみたいな空気感というか余裕と落ち着きがあるっていうのが、まあ、アイブの全体的な魅力なのかなっていうのは、曲を何度も聴いているとその辺がよりはっきりしてくるなっていう。確かに。だから MV としては、まあ、サイバーパンク SF というか、ところからトレーラーで突っ込まれて、まあ、起こされて、まあ、草原の世界に駆け抜けていくみたいな。で、最後、なんか宇宙船の中のラボみたいなボーリング場みたいなさ、変な空間に行って、みんなが変なボーリングするみたいな。で、そこで、そう、レイちゃんがワンフレームずつで、クリーンみたいな音で出てくるみたいなのがあるんだけど、まあ、これがだから結局夢の世界っていう話なんだよね。トランスフォーマートレーラーのナンバーにもドリームって書いてあって、そのサイバーバンクのところにもドリームっていろいろ入ってたりするんだけど、まあそれで明確に夢っていうことを表してるんだけど、夢の世界に誘われて夢の世界から覚めるっていう MV のストーリーなんだけど、あれ最後気づいた？何も？一番最後レイちゃんが映るシーンで一瞬磯丸になってる。どこで？ベッドに座ってるのが磯丸に一瞬だけ変わるワンカットが入ってるんだよ。いや、それは気づかなかった。あれさ、レイちゃんが起こされに来てるけど、そもそもさ、6人が起こしに来てるじゃん。レイちゃんも夢の世界にいて、まあ夢の世界にいるのがボブのレイちゃんなんだけど、まあ一応リアリティラインとしては、一番最初と最後だけが現実っていう多分話で、他は真ん中は夢で、それがごちゃ混ぜになってるっていうか、話なんだけど、最後が磯丸になってるっていうことは、要するに、アイブとしてのレイちゃんは、あっちの夢の中にいる、ショートボブの方がアイブのレイちゃん。で、寝てるのは、まあ、直井レイでもあるんだけど、あそこで多分言いたいのっていうのは、夢の中の描写、あれさ、ドリームがさ、逆さ文字になってたりするんだよ。ってことは、夢として見せてるんだけど、これは現実だって言ってるっていうか、ちょっと説明が難しいんだけど。マトリックス的な？っていうことを、ある種描いてるっていう部分があって、インセプション的な？そう。だから、ベッドで寝てる前髪短いレイちゃんは、要するに、ダイブというか、アイブの曲を聴いてる人たち。そのものを表してて、その夢の世界に私たちが連れていくよっていうことを MV 上というか語ってるんだよね。だから結局あれを夢ですよっていう描写はすごいたくさんあるんだけど、まあ、あとはユニコーン自体も夢の象徴っていうか、っていうところが、まあ、全部描かれてて、それが最後一瞬磯丸に変わるっていうことは、そのダイブないし、そのアイブの曲を聴いてる人たちが、あなたたちはアイブなんですよっていうことを複合的に説明してるっていう。で、この曲自体はさ、XOXG って言って、その愛してるお休み、そして夢の中で会おうっていうメッセージなんだけど、ウォントとかさ、すべてを叶えようっていうメッセージが、まあ、サビの歌詞の中によく出てくる、だからアイブがそういうすべての夢を叶えてあげるっていう話に一応なってるんだよ。歌詞としてはね。で、まあ、レイちゃんが寝てる世界っていうのはさ、まあ、荒廃した未来都市っていうかさ、ブレードランナーとか、そういうディストピアサイバーパンク SF みたいなところで、あれがこれから起こるであろう未来っていうか、現実を比喩してるというか、描写でそこから抜け出して、何でも叶う世界に行こうっていう。で、それが現実に戻るっていう最後話だから、それを私たちが巻き起こしてあげるよっていう話。で、それが、アイブだけが見れる夢じゃなくて、私たちと一緒に行こうっていうメッセージになってる。だから、アイブがやってるのは、結局その夢の案内者であり、それを現実として見せてあげる。すべてを叶えてあげるっていう
で、荒廃したサイバーパンク未来っていうのは、今の MZ 世代とか Z 世代が抱えてる現実的な話というかさ。社会問題とかね。そうそうそう。だから今の子たちはやっぱり達観して夢が見られないとかっていう、それが現実社会としてあって、IVEがもっともっと叶えてあげるっていう、その全てを望んでもいいっていう、夢を見てもいいっていうことを、夢を転換させる、反転させることで、これは夢のような話だけど現実になるんだっていう話。それをIVEが全て叶えてあげるっていう、メッセージに変えてるんでね。このメッセージ自体がそもそもIVEが今までやってこなかったことだし、IVEが結局今までやってたのは優雅なかっこいい大人の女性の新しいガルクラみたいなのをずっとやってたんだけど、ここでその複合的な感情とかを全部含めた上でもっともっとその夢を見ていい、すべてを叶えていいっていうメッセージっていうのは、それこそ現代的なというか、新しい解釈のガールクラッシュ。現代的なガールクラッシュ。今までのイメージされるようなオールドスクールなガルクラのスタイルじゃない、IVEらしい、新しい愛のあるガールクラッシュみたいな。愛の戦士ガールクラッシュみたいなところの表現っていうことで、IVEの歴史があるから描けてるんだけど、だから IVEがその4年弱の歴史を経てたどり着いた答えっていうか、それがすごくこう、オリジナリティあるものになってるっていうことが、IVEの凄みというか、独自性みたいなのを、表現してるってことなのかなとは思ったね。だから俺はそのIVE濃厚さのある歴史の中のその未来像みたいなのがどうなっていくんだろうみたいなところは、想像がつかないぐらいこうバリエーションというかね。それはあるけど、今回ので、その新しい扉が開いたなっていうか、このままライアン・チョが戻ってきても面白いとは思うんだけど、想像というかこうなるだろうっていうのはわからないけど、その楽しみなことは間違いないなっていうのが言えるカムバだったなっていうか、そういう曲になってるなっていう感じはするけど、スタシは機器も含めてなんか最近すごく良くなってきてるというか、当然ダメな部分もあるんだろうけど、センスには磨きがかかってんなって、前からセンスは良かったんだけど、それにさらにこう、磨きがかかってんなっていう印象もあるから、このままそのIVEを、それこそなんていうかな、俺たちが見たことない世界にというか、連れてってほしいなっていうのを思うし、自分たちの憧れのものとして見られる MZ 世代、Z 世代って、すごく羨ましいなって思うことがあるなっていう。こんなロールモデルがいたら人生楽しいだろうなって思えるのは、エスパとかも含めて、いいモデルがすごいたくさんいる時代だなっていう。それの筆頭としてのIVEがやっぱ、すごいなっていうか。IVEは夢がありますね。